今回の B194 の動画は最終戦でのシューマッハのチャンピオン決定についてです。皆さんご存知の通りヒルとぶつかってシューマッハがチャンピオンになったわけですけども、この接触も色々と言われてますけど、最終戦のチャンピオン争いはシューマッハは負けるべきだったと思います。彼がまともなレーサーになる最後のチャンスだったと言ってもいいでしょう。それはどういうことなのか、説明していきたいと思います。発端は90年マカオ F3。8記念に追突を誘発し、マカオ制覇を実現。94年オーストラリアでのアタックに成功したことで、彼の勝ちパターンとなった。これも有名ですけど、90年のマカオ F3 グランプリで、8記念とシューマッハはトップ争いをしてましたけど、シューマッハが8記念に追突を誘発するようなライン取りをして、ぶつけさせて自分は優勝したと。8記念はリタイア。このマカオ F3 っていうのは F3 の世界一決定戦ですから、大舞台でシューマッハはそれをやらかして成功しちゃったんですね。で、この94年のオーストラリアでの接触は、シューマッハはステアリング系統が壊れてたので、故意にぶつけたということにはなってませんけども、その後の彼の行動も加味して、あえて故意にぶつけたとしましょう。この2回目の卑怯なアタックが成功したことによって、これが彼の勝ちパターンになってしまったと思うんですね。逆に言うと、これに失敗していれば、彼はまともなレーサーになれたかもしれないと思います。その後も重ねる妨害行為。97年第17戦ヨーロッパ。2006年第7戦モナコグランプリ。接触、妨害行為を続けるシューマッハ。チャンピオンらしからぬ振る舞い。それ以外にもいくつかありますけど、いざとなったら相手にぶつける、もしくは妨害するっていうことを、重大な局面においてシューマッハはたびたびやったわけです。シューマッハはチャンピオンとして君臨してたわけですから、それなりの振る舞いが求められるわけですけど、追い詰められるとなんかやらかすということを繰り返したわけです。もし94年の最終決戦がセナとの決戦だったら、これは本当にもう、推測も推測の話なんですけども、セナに仕掛けてうまくかわされる。自分だけがリタイアとなり非難を浴びる。これでは世界一になれないと悟り、レーススタイルを変える。翌年、正々堂々と戦い、セナを倒すとなったかもしれないなと思います。最終戦での相手がヒルではなくセナだったとしたら、セナがうまくかわしたと思うんですね。で、シューマッハは一人でリタイアすると。でも、ぶつけようとしてたわけですから、それはみんなわかるわけで、セナに勝たれて自分は負けて、さらに卑怯者のレッテルを貼られて、そこで自分のレーススタイルを修正すると思うんですね。セナもプロストとのチャンピオン争いでとても褒められない行動をしてますけども、ただ、この94年に関しては自分が模範になるべき先輩であるという意識で、シューマッハ相手にはフェアなレースしかしなかったと思うんですね。なので、そんなセナと最後まで戦ったのであれば、さすがにシューマッハもこんな戦い方ではいけないと思ったと思うんですよ。ですけども、セナはいなかったし、ヒルにぶつけて勝ってしまったことで、簡単に言えば味を占めてしまったってことだと思いますね。それで、その後も追い詰められると卑怯なことをやるという人間になってしまいました。ただ、そんなシューマッハなんですけど、セナ亡き後の F1 を牽引した功績。シューマッハがいなければレベルダウンした F1 になっていたのは間違いない。その功績は純粋に称えるべき。セナがいなくなった F1 を引っ張ってきたっていうのは、間違いないと思います。彼がいることによってハイレベルな F1 が保たれたのも間違いないと思います。それは彼の功績なので、純粋に称えるべきです。彼の卑怯な行為が褒められたものじゃないっていうのはわかりますけども、それと彼が成し遂げたことは分けて考えてあげた方がフェアだと思います。シューマッハは今とても話ができるような状態じゃなくて療養しているので、インタビューをすることはできませんけど、今であれば過去の自分の行いはどうだったかっていうのを語ってくれそうな気がするので、ぜひインタビューしてほしいですね。なので、無事に回復して自分の過去について語ってくれればなと思います。これで B194 の動画はおしまいです。いつもコメントくれる方、本当に欠かさずコメントくれて、いくつもコメント書いてくれる方もいらっしゃって、本当にありがとうございます。いいねもね、忘れずに皆さん押してくれて、高評価が維持されてまして、とても嬉しいです。とはいえ、私の動画、再生回数がいつも全然大したことないので、次回からはちょっと動画の作り方を大幅に
変えようと思ってます。見る人によっては物足りなくなるかもしれないですし、見る人によっては非常に見やすいものになるかもしれないですけども、はい。今後もよろしくお願いします。